ようございます。おはようございます。どうも津田吉です。おはようございます。今日やっぱちょっと魚少ないね。ああ、そうか。そういう日もありますわ。鮮魚の注文は、そんなに多分ない。マグロの注文はいっぱいあります。しゃ。金曜日か、金曜日の夕方に水揚げされた、村上の上、山形の根津ヶ関ってところのメジマグロをやります。解体するマグロは24キロなんで、本マグロというよりも本マグロの子供なんで大メジですかね。大メジちょっと迫力には欠けるんだけど、何が売りかというと鮮度、まずは鮮度と赤身の美味しさ、あと大きいマグロじゃないので小さいんですけどうまみがこうすっきりしてるような感じが、特徴だと思います。これからじゃあきれいにしておろしていきます。まだ黒光りしてるの分かる？藍色で。こういうのでヒレがここに隠れてて、ビーンと出て、こっちもビーンと。小型のマグロなんだけど、尻尾の断面見るとここ赤いのはもちろん綺麗なんだけど、この皮際に白く残ってるのが脂をちょっと期待させるような面白いマグロだと思います。顔とまな板きれいにしないとね。顔とまな板きれいにしないとね。これ天然だった。天然です。前回のやつは4ですね。まずヒレを取って。はい、ヒレを落とします。今度は頭を落としていきます。その次に顎に。その次ここ背骨に向かってで背骨だけ切ってからもう一回。この時分かる？これマスクしてても分かるこの獣の匂い。分かる？
獣の匂いすごいす伝わりますか、伝わるでしょ。ごい。伝わる、わかる。これがだいたいいいマグロのまあいいマグロの兆し、またこれからおろしてみてどうなるかわからんけど、すごくこの香りを頼りに、なので本来はマスクしておろしてるんだけど、その香りとかがこう嗅ぎづらいから切ってて全然わからないんで、職業的には今時代はコロナだからマスクは絶対いるんだろうけど、おろしてるこの作業ってもうすごく大事で、別にカッコつけてるわけでも何でもなくて五感で感じてるんで、それをこの匂いが大事だとかっていうのをやっぱみんな見てて分かっても伝わると思うんだけど、まあこれ見てる視聴者さん分かんないけど、でもこの匂いっていうのすごい大事なんで、なかなか目だけじゃないんだ。なんとも早い常に綺麗にするね。普通にきれいにします。これこのまま普通に流れできれいにしないでやる人もいますけど、僕は絶対きれいにしないと気が済まないんで、いちいちきれいにします。なぜならお客様の口に入るもんだから顔はしてないんだけど背中の部分、背中の部分、俗に言う赤身中トロの部分ですけど、すごい音が、背骨の音がすごい。そうそうそう、もう分かるかなこれ。もうおろした時に本当は赤い皮際なんだけど、もう白くなってるんで、おそらくこれ油あります。はい、お腹の部分ですね。中が大トロ、中トロ。そうです。まあでも小型のマグロなんで、ちょっと今失敗しました。ああ、だいぶしました。これだいぶしましたわだいぶしましたわ。ああカマトロ、天然のカマトロです。このカマを切った感じ、油のツヤツヤ度、わかるわかる。魚体の割には腹が厚いので薄皮も綺麗になってますし、この辺白くなってるんで、おそらくやっぱりこのマグロは脂あります。ここポイントです。玄人的なポイントです。この薄皮を傷つけないように見下ろししていくのが上手な証拠だと思います。僕が上手かどうかはさておいてこういうのを見ただけで、ああちゃんとおろしてるなとかおろせてるなっていう、一応マグロの加工の技術の目安といいますか、
そんなこと言いながら今日はおろし方失敗してますけど、ここにこんなに身につけちゃってるんで。中落ち外していきます。で最後もう一回、ここで見えるの分かりますか？本来は血合いがついて赤いんだけど油があるんで、もうここはピンク色に。またもや同じ釜見て油があるかどうか判断して、おそらくこれは小型の割にはすごく油があると思います。でその答え合わせを今ちょっと断面見て切って細かく切って販売することないんだけど、これはたまたまうちの関連のお店に行くんで、ちょっと答え合わせとして、さっき僕が言ってた小型の割には油があるとか、小型の割には鮮度がいいとか、そういう意味でちょっと答え合わせとしてもう包丁がこういうふうに油がついてるってことは、身がついてるってことは、身が水分なくて、食べた時に食感がもちもちしてて吸い付くような感じ。そうするともうこの地点で油があるんで、この魚体でいうとここからここが大トロ、ここ中トロで赤身、血合い。そうなるとこのマグロはこの魚体の割に油の層がここまであるんで、きっちりお刺身にして売っていけば儲かるさ俺は儲かんないけど買ってくれたお客様は儲かる魚だと思います。そういうマグロありますうちに。これからじゃあ包んでいきます。